皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber ナンバーセブンことナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。高速の 50%、 太陽1万個分の超出力、ブラックホールジェットのパワーを初実測。カーティン大学とオックスフォード大学の共同研究チームは、人類が初めて観測したブラックホール白鳥座 X1 の観測データにおいて、晩星である生殖超巨星 HD226868 の恒星風の影響で揺らぐブラックホールジェットのデータを確認。ここから逆算することで、これまで理論的にしか求められなかったブラックホールジェットの瞬間出力と物質の噴出速度の測定に世界で初めて成功しました。はい来ましたね。ビッグバンに次ぐ宇宙最強事象、みんな大好きブラックホールさんの登場です。今回はとっても分かりやすい内容となっているのでサクッと解説していきますね。カーティン大学とオックスフォード大学の共同研究チームの人はこんなことを考えました。ブラックホールの周囲の現象のことが分かれば銀河形成のこととかいろいろ分かるんやが、ブラックホールジェットの出力がはっきりせんからなかなか確かなことが言えん。これなんとか実測することはできんのやろか。世界中のブラックホール観測データを集めてなんとかする方法がないか洗ってみよう。ふむふむ、白鳥座 X1 のブラックホールジェット、これなんか弓みたいに上下が同じ方向にしなっとるな。このブラックホールは連星になっとって近くにでかい恒星があるからその重力の影響やろか。いや、違うな。晩星の軌道方面とはむしろ真逆や。恒星のある方向とは真逆。原因は恒星風か。ちょっと待てよ。恒星風って太陽とか他の近傍恒星の研究でかなりしっかりしたデータがある。その影響で Z が曲がっとるいうことは、ここから逆算してブラックホールジェットのパワーが間接的に実測できるやんけ。ブラックホールジェットの平均的な瞬間出力のエネルギーはだいたい太陽1万個分で、平均的な物質の噴出速度はだいたい光速の 50% か。具体的に予測した数値としては研究によって結構ばらつきがあるが、純粋に基本理論だけで求めた場合のシミュレーションと比べるとほとんど一緒や。今回の測定結果は白鳥座 X1 についての数値になるが、基礎理論となる一般相対論では、ブラックホールの吸引力とジェットの関係はブラックホール自体が大きくても小さくても変わらんから、構成質量だろうが超大質量だろうが、これはあらゆるブラックホールジェットについての指標になる。これはとんでもない大発見やで、宇宙の謎解明にまた大きく一歩前進や。カーティン大学とオックスフォード大学の研究者の人たちは、宇宙の軽進化を考える上で重要な要素となるブラックホールジェットのパワーについて、理論的には求められるものの実測定が未だなされていないことにより、これを利用した核集中論の仮説の信憑性に強い曖昧さがつきまとう問題を解決するため、世界中の超長期線電波干渉計のブラックホール観測データからそのための手がかりを探索していました。その中で白鳥座 X1 のブラックホールジェットの噴出軌道に特徴的な揺らぎが見られることを発見し、それが晩星である生殖超巨星の HD226868 の恒星風による影響が強いものであることを特定しました。このことから十分な精度の推測ができるこの恒星風を指標とし、ブラックホールジェットの曲がり具合から逆算することで、宇宙観測史上初めてブラックホールジェットの瞬間平均出力を実測するとともに、物質の平均噴出速度を特定することにも成功しました。ブラックホールの発生経緯にはいくつか種類がありますが、天文物理学においての標準的なモデルとしては、最終的に重力崩壊が起きることにより中心に重力無限大の特異点が発生し、その強力な重力場の効果により一定範囲では光すらも脱出不可能な領域を展開。その外側の領域でも強力に物質を引き寄せるという部分が共通している、この宇宙の極限事象です。
こう聞くとどんな大量の物質でも瞬時に吸い込んでしまうような印象を受けますが、周囲に与える影響としては重力が非常に強い天体ということになるため、他の超重力天体でもそうであるように、引きつけた物質の大半は周囲を高速で回転するようになり、その摩擦などにより強力な電磁波を放射する膠着円盤を形成し、なかなか落ちてはいきません。さらにその膠着円盤は超高エネルギーとなるため、限界まで加速された物質の運動エネルギーはやがてブラックホールの重力を振り切り、回転運動の軸となる部分から逆に放出されるという現象も発生します。この膠着円盤に対して垂直に凄まじい勢いでぶっ飛んでいく物質の塵をブラックホールジェットと言います。そんなわけでブラックホールは何でも吸い込むことに間違いはないのですが、実際に吸い込む能力は限定的であり、それどころか結構な量を逆に周囲にぶちまけるという存在でもあるわけですね。簡単に言うと、日本の大食い競争のようにほぼ飲んでるみたいなあれではなく、アメリカのホットドッグ早食い競争のようにいっぱい詰め込むけどいろいろ出ちゃってるような感じです。そんなブラックホールの特性ですが、言ってみればこれは周囲の天体を引き寄せつつ、限界まで細かく細分化したり、核反応などで物質組成を変化させたりしてより広範囲に散逸させる装置のようなものなので、宇宙初期においてこの働きがどう現在の宇宙を形作るのに寄与したかや、私たちの住む天の川銀河もそうであるように、どう銀河の形成に寄与するのかという重要な要素となります。しかし、このブラックホールジェットには謎が多く、特にどれほどの出力があるのかということについては、一般相対性理論を基本として理論的なシミュレーションで求められるものの、遠方からの X 線型よりのブラックホール観測においては実測するということがこれまではできず、これを用いた宇宙論的な研究報告の曖昧性が強くなるため、大きな課題となっていました。つまり今回の研究報告は、これをついに達成したという非常に重要な成果となるわけですね。これを可能にしたのは、白鳥座 X1 が巨大な恒星と連星になっており、その恒星風がジェットの運動に強い影響を与えていたことでした。ブラックホールジェットは膠着円盤に対して垂直に上下方向に向かってまっすぐ噴出しますが、回転運動する膠着円盤から物質が集まってくるためら線を描くように噴出しており、またきれいに均等に力がかかるというわけでもないので、普段から軌道の揺らぎはあります。しかし膨大なデータを精査する中でその揺らぎに大きな違法性が検出されたことにより、それが恒星風によるものであることが判明したことから今回の成果につながりました。結果としてブラックホールジェットの出力はおよそ太陽1万個分のエネルギーとなっており、そこからさらに物質が噴出する速度はおよそ光速の 50% であることが実測されました。これは膠着円盤の全エネルギーのうち 10% ほどがジェットで外部に噴出するという従来より理論的に導かれていた平等とかなりよく近似しており、これが実測により確認できたというのは科学的に大きな前進となります。また理論によるとこれはブラックホールの大きさにかかわらず関係性は同じなため、従来及び今後のブラックホールに関連する研究結果の評価に重要な役割を果たすことも間違いないでしょう。宇宙の謎の解明が少しですが確実に加速するというのはワクワクする話ですね。今回の引用論文は概要欄に貼っておきます。オープンアクセスとなっていますので、興味のある人はぜひご覧ください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。おつぐレッシブ。